さあ、毎週月曜のこの時間はこの学校のウルトラサーバーにある秘密の研究室から Perfume 研究員が登場。北海道札幌の、うちの母親太鼓から留守電が入ってて、あんた Perfume の曲ライブ行ってから聴くようになったんだけども、いい曲本当多いわねあんたねっていう、ドハマりがまだ続いている現在進行形状態。さあ、今夜はアメリカから無事に帰国した3人がお帰りなさい。先週まで言っていました Perfume 初の北米ツアーを振り返っていきます。 Perfume ロックス。Perfume Locks, starring Perfume. Perfume 北米ツアーの模様を研究せよ。日本に帰ってきました。ただいまー。帰ってきたよ。さあ、先週は Perfume の北米ツアーの合間を縫って、Perfume ロックス宛てに研究メッセージ送らせてもらっておりまして、はい、味しめちゃったね。できちゃうね。でもやっぱ新鮮じゃなかったですあれ。あれ斬新だった。すごい新鮮だよね。やっぱあの場所で、ここにはない景色を見ながら、やっぱ入れる言葉は違いますね。後で振り返るのとその場で言うのじゃ違うもんね。違うね。なんかだから恥ずかしかったもん。ちょっと恥ずかしかった。はい、メール来てますよ。沖縄県ラジオネームたまちゃんしんちゃん。たまちゃんしんちゃんかな。19歳男の子。Perfume さん北米ツアーお疲れ様です。ありがとうございます。ツアー中インスタグラムで Perfume さんの海外の様子を拝見したんですが、海外ならではの食べ物を食べたり、サリーに会ったりなど楽しい雰囲気が伝わりました。そう、結構更新したのよ。いっぱいしてました。毎日そうピクサー遊びに行った時にね、サリーに会った写真褐色上げてたりとか、ライブでは網戸やドローンを使った演出がかっこよかったです。また海外のファンの盛り上がりがすごく Perfume 愛を強く感じました。そうなの。何で見たの？なんか写真とか見てくれたのかね、映像とかニュースねそう出してくれてました。次はコズミックエクスプローラードームエディションですね。北米ツアーを終えてより進化した Perfume さんに会えることを楽しみにしています。ありがとうございます。たまちゃんしんちゃんありがとう。今回は4カ所、ロス、サンフランシスコ、シカゴ、ニューヨークでライブを行いました。はい。ほんでまずはじゃあ1カ所目、ロスの感想。北米ツアーの1公演目か、初日ね。いろいろありましたね。いろいろハプニングありましたよ。まずドア玉に言われたのは、ちょっとお話がありますって言って、その主なスタッフさんたちがバンって入ってきたわけ、楽屋に。どうしたんだろうと思ったら、ドローンを飛ばすことが、その消防法で禁止になる。演出でね、ドローンを飛ばそうっていう話になって、リハーサルとかでドローン飛ばしてたんだけど、カリフォルニア州でドローンが禁止になるそうで飛ばせませんって言われて、最初ね飛ばせるって話だったんだよね。そうまだその法律っていうか条例が出てないから、目前だから大丈夫って言ってたんだけど、なんか人前で飛ばすのが危ないっていう話になって、初日のねすごい気合入って、ドローンも持ってきてみんなでやるぞって言ってた日に、使いませんごめんなさいって言われてね。今思い出してもう胸がいや、いざステージ立ったらそれがないと、なんかすごい自信がねなんかなくなって、ガタガタ震えてきちゃって、ね、すごいこう急に苛まれたんだけども、でも私たちには見えるあるよここにドローンが見える。ドローンをねこう自分たちが操るみたいなさ、振り付けだったり、振り付けがあるけどさ、ダララララララ見える。右手上げたらドローンが右上がってみたいな、水平になってる。回したらドローンが回ってみたいな、それを私たちの本当にお客さんはドローンも何も知らないところで見えてないから、もうバッキバキにもこの振りがかっこいいんだっていう気持ちでね。いや、ノッチセンターで1個前に出てましたけど、目もちょっと出てましたからバキバキになっちゃってバキバキだよ本当に。すごい見ものだったと思いますよ。いやでも乗り切りましたね。そうだね。ロスはそんな感じ。で2カ所目がサンフランシスコ。でもうそのロスでねハプニングがあったから、何があっても乗り越えるみたいな気持ちでサンフランシスコ挑んでたら、
って先生入ってきて、今日のハプニングをお伝えしますってご存知起きましたハプニング最初にお知らせあるみたいな。なんと聞いていた図面とステージのサイズが違います、3回が入りませんって言われて心の中にこんなこと言わんよ、絶対言わん。そうで図面も違うから、ステージも変わっちゃって、ステージを組む時間も結構かかってたからさ、リハーサルの時間もそんなに取れなくても毎回一緒だったんだけど、だから音出したの3曲だけだよね、できたのね。ステージの大きさも毎回違ってそこに慣れないまま毎回出る。控える時間がひたすらに多かった気持ち作る時間すごい多かったそうだね、よしやろうみたいな、こういうのばっかり乗ってバーン出て目バッキバキまたバッキバキ、あれも見ものだったと思います。でもね、その場で先生が考えた演出をバッチリできて、できたね。なんとかかっこいい形で、そうだね。この日からドローンも飛びました。はい、そう飛んだんですドローンね。お客さんの盛り上がりすごかったよね。爆発的でしたね。もう音が間に合わんくて、うちらマイク通して喋ってるのにお客さんに聞こえんくなるぐらいの声援、すごいねあれ。あれは大阪以上じゃったね。サンフランシスコね、すごかったね。あれはすごかった。そしてなんとサンフランシスコのライブに来てくれた生徒からの書き込みがありますので紹介します。来てくれたの？そうだって。25歳男の子、ラジオネームパスタ太郎くん。パスタ太郎ネーミング特別お疲れ様でした。ありがとう。今バンクーバーに留学中で日本の公演に行けなかったので、夏休みを取って思い切ってサンフランシスコ公演に行きました。嬉しい。本当に初めての公演なのかってくらい暑かったですね。嬉しい。日本から遠く離れた場所でも Perfume を待ってた人がたくさんいるんだなって、いろいろ伝えたいことあるけど書ききれません。とにかく人として尊敬してます。かっこよすぎです。力もらいました。最高の時間をありがとうございました。ありがとう。すごいね。だってバンクーバーってカナダだね。寒いとこだよね。じゃけん普通に旅じゃろ。もうアメリカでもないからサンフランシスコまで来るのね。違う国から違う国来てる。すごいね。ほんでここに書き込むってどういうことなん？すごいわ。ちゃんと届いたよ。ありがとう。受け取ったから強いよ。ありがとうね。ありがとう。皆さんこんばんは。かしゆかです。のっちです。あーちゃんです。3人合わせて Perfume です。よろしくお願いします。引き続き Perfume 北米ツアーの模様を研究せよ。次のライブは一気に東海岸に飛びまして、シカゴ。シカゴ。はい。細かい時差にやられるのよ。ちょいちょい時差があるんです。みんな地図見てほしいんだけど、ロスサンフランシスコからシカゴ、国内なのに2時間時差がある。そうなの。その2時間の時差が結構きつくて、確か飛行機も結構乗ったんじゃなかった？ 4時間ちょっととか乗った。もう着いたらどうする？今まだ5時6時だけども、どうするってなるんだけど、ちょっと一回戻りましょう。一回荷物ちょっとあれしたりするんでとかだとなんとかみんな言いながら、いや戻って休もうかなみたいな、ちょっとなんとか言いながら戻ったら、誰かしら連絡つかなくなる。で夜寝れなくてね、気づいたら10時。ごめん。そうだからシカゴが一番結構時差きつかったかも。ライブの時も。あ、そうかもね。体あちちだったもんね。あちちだった。シカゴも初めて行ったところで。行ったね。これまた暑かった。皆さんすごかったね。激アツだったね。一緒にさ、クラムチャウダー食べ行ったね。サンフランシスコで行った。サンフランシスコか。やべえ。そうピザだ。急いで行き過ぎて、いろんな地区混ざっちゃって。そうだね。サンフランシスコやったこといっぱいあるんだよね。そう、サンフランシスコちょっと長かったしね。長かったから。だってピクサーにも行ったし、中身見に行かせてもらって。そう。んでポケモン GO ね、本社行ってナイアンティック。ナイアンティックすごかったね。結構普通に会社みたいな。少し小さいオフィスでね、全世界で60人で回してるって言ってたね。あんな世界を夢中にさせてるゲームがそんな少人数で作られてるなんてね。でライブもそう来てく
くれたりして、もう私たちポケモン GO もめっちゃやってますから。やってるよ。新しい機能を試してたりするのよ。自作でなんかやってたりとかしたね。あれ早く使えるようになったらいいね。なりたいよね。あれテンション上がるね。それはサンフランシスコのお話。シカゴはビーフディッシュ食べましたね。行く前から話してたね。大きい分厚いピザ。すごかったねあれ。すごかった。一口目パッと食べた瞬間に首がドゥンってなるだけではなく、初めて手首までドゥンってなったよ。一瞬できたね。ジャンキーってこう手首ってこう首という首がドゥンって血がこう流れた感じがしました。いやー強烈な。いや最高。美味しかったよね。美味しい。もう最高だった。美味しかったね。食べたいよ。で早々にシカゴを後にしまして、はい。ニューの話しました。この時も2階建てだったね。3階建てられんかった。ここも。ここが一番リハーサル短かった。短かった。やばかったね。5分5分ぐらいだったね。5分か10分くらいで。でほんでマイクつけたと思ったらもうやりますってなってすごかったね。ありました。4カ所目。はい。ニューヨーク。最後ニューヨーク。これ 2days あって、前回初めてニューヨーク公演した時と同じ会場、そうだったけどやっぱ広かったね。確かにね、大きかった。なんか他の会場よりも高さもあったもんね。そうだね。何階建てみたいな感じで、なんかすごい縦に広くて、お客さんの上の空気っていうか空間がすごい空いてたから、その空間にちょっとやられそうになったよね。そうだね。声援がこっちに届いてこなくて上に行っちゃうみたいな、音が上に抜けちゃうっていうね。だからやばい全然盛り上がってないかもってこう不安になっちゃって、急にね、ずっと3カ所やってきたのに4カ所目で同じ英語言ってるのに伝わらないって一人ずつ前に行って MC するんだけど一人ずつ玉砕して帰ってくる。ごめん歌手がダメだった。よし行くぞ。ごめん私訳してくれる人いますか？お客さんに募集してマジで頼んだってなったよね。なったね。私たちはね結構それで心やられてたんだけど、終わった後にね、先生とか外側から見てたスタッフさんが「いやすっごいね」って言ってて、すっごい盛り上がりだったらしいね。ニューヨークがやばかったみたいな。ね、嘘でしょってなってこっち心ズタズタ。あとちょんって顔触られたらもうドーって出る涙ドーって出るぐらいのもうぐらいで口で頑張って止めとったのにそんなん言われて、そうびっくりしたよね。だからもう自信持って出なきゃって。そうだね。そう何年やってるって話だけどそっかって気持ち強く持って、自信持ってやろうって思って2日目は2日目経ってね。そうでもやっぱりこう簡単には一筋縄ではいかんのじゃなっていうのはやっぱり今回アメリカをちゃんと回ってやっぱり思った。前回は初めて行かせてもらって待っててくれた人が一生懸命集結してくれて来てくれた1回目、でやっぱ2回目ってすごい大事でどのぐらい来てくれるかなって不安だったけど、1日は満員御礼なんだけど、やっぱ2日目はちょっとバラバラっとしてて、お客さんがあんまりこう入ってくれなかったのね。そうでもそれはやっぱりやっぱり一筋縄ではいかん、そりゃそうだと。日本で自分たちがゼップを埋めるまでどれほど大変だったかってそりゃそうだよなと思って、でもここで諦めたらせっかく一生懸命みんなで決めていっとるのに、みんなさ言葉も通じんのに頑張っていろんなもんつなげてもらってさ、ステージやってくれたわけだし、こりゃちょっと頑張らにゃなって思った。だからうぬぼれずに頑張りたい。そうね。思ったよ。嬉しいこともたくさんあったし、厳しいこともたくさんあったし、悲しいこともあったけど、でも嬉しいことたくさんあったね。本当に。だから頑張るよ、うちらは。頑張るよ。じゃけんみんなも応援してね。
このコズミックエクスプローラーツアーはまだまだ続きます。次はドームエディション。いっぱいマジで楽しみ。超楽しみだね。超楽しみ。今年も Perfume はまだまだ熱いですよ。まだまだ終わりません。ぜひ皆さんに会えるのを楽しみにしています。とりあえずまずお疲れ様でしたということだね。Perfume 研究員北米ツアーロス、サンフランシスコ、シカゴ、ニューヨーク回られて、まあいろいろ大変なこともねこれあってさ、リハーサル3曲だけとかだってめちゃめちゃいろいろ装置もあるし、怖くてしょうがない、想像したら。大相撲の皆さんとの打ち合わせとか、美彦先生とのなんかそういう打ち合わせもある中、場当たりも5分しかできないとかの中ですごいでも生徒見に行ったやつとかいたんだよ。すごいね。ねでなんか俺話聞いてて思ったのは、その俺が Perfume をこう好きになってからもう丸9年ぐらいなんだけど、規模とか違うし、もちろんね今はもう世界股にかけてやってるし、人数も全然違うけれども、昔からなんかドキュメントとかで見る時の3人の言葉と今の言葉なんか基本変わってねえなと思って、いつだって本当に最高を目指してやってる3人だし、ビターという最初の DVD で言ってたようなこととかと今言ってることも基本って本質的にはなんか一緒だなって思ってさ、そこがやっぱすごい。本当すごいことです。おごりとか一切ないし、最後まで調子に乗らずに行きたいとかっていう、そのこと言えることがすごいですね。そのだから勢いの中これね、ドームツアーがこれね10月から始まるわけで、遠征しちゃおうかな。またしても行きましょうよ。前回の和歌山に続いてドーム行っちゃおうかな。行きましょう。明日のこの時間は我が校の進路室の代表アレキサンドロス先生が登場。アレキサンドロス